はい、こんにちは、めのです。本日は、ちょっと曇ってますけど、晴れましたので、またハスの花を取りに来ています。はい、1枚目はここ取っていきたいと思います。太陽の光を浴びて花びらが透けているハスの花があるのと、で周りは葉っぱで、あそこに一輪だけありますので、緑の前ボケと背景の中に光につけたハスの花が入って、非常に目立つと思うので、ここを縦コーツの日の丸コーツで取っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。花びらのところにしっかりとピントを合わせるために F 値は 4.5 に設定しました。でこの場合でシャッタースピード1000分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で速攻モードっていうのをハイライト重点速攻にして、白飛びを防ぎつつ、明るさを出すために露出値をプラス 1.0 に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図で狙いまして、で手前の葉っぱをですね、下のところにちょっと入れて、あんまりボケてはないんですけど、ちょっとこう遠近感を出すために下に葉っぱを入れて、でど真ん中にハスの花を配置しています。で光につけて周りが緑なのでピンク色が映えていいんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は多重露光っていうのを使って撮っていきたいと思います。カメラのメニューのところに、どっか静止画撮影モードのとことかに、多重露光っていう、多重露出かっていう項目があると思いますので、2枚の写真を、カメラの中で合成するっていう分なんですけど、今回このハスの花の池ですね、ここピントをマニュアルフォーカスにして撮ると、ピカピカ光っているところが玉ボケになります。まずその玉ボケを撮って、その後にハスの花を撮ることで、多重露出の写真を作ることができます。で玉ボケだけ撮った写真がこんな感じになります。で次に、ハスの花だけ撮った写真がこんな感じになりまして、で実際に合成すると多重露出の写真になりますので、そんな感じで撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。で多重露出をオンにしてまず撮っていきます。でカメラの設定は F 値は5に設定しまして、でその場合で、実際のところにカメラ向けるとだいたい200分の1秒出てましたので、ISO感度は100で OK です。で露出値はここもプラス 1.0 にして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。多重露光での写真は結構センスがいるんですけど、今まで僕が試した中ではまあまあな感じで撮れたんじゃないかなと思います。右下のハスの花と左上に池の反射が入りつつ、玉ボケが足された写真になりました。使い方が分かってきたら結構面白いので、試してみてください。はい、次は青空も入れて撮っていきます。ここに、ピンクのハスの花がありますので、これをローアングルから狙うことで、背景の建物とかを隠しつつ空も入れて撮ることができます。で空を撮るときは、いつも使ってるやつなんですけど、変光フィルターを使うことで空の青さをより鮮やかな青を出すことができますので、持っている方はぜひ使って撮ってみてください。はい、カメラを設定していきます。ピントを合わせたいハスの花に、ピントを合わせて他を全部ボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。
その場合でシャッタースピード1600分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。でここはもう露出値はプラマイ0に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。一応3分割のラインで配置しまして、でローアングルから撮ることで、まず背景のいらない建物とかをハスの葉っぱで隠しました。で、下から撮ることでよりこのハスの花の高さっていうのも表現できますし、青空を広く入れることができたので、緑、ピンク、青と、3つの色がきれいに入って夏じゃないけど夏っぽい写真になったんじゃないかなと思います。はい、次は魚眼レンズを使っていきます。魚眼レンズを使ってここをメインに撮っていくんですけど、これをローアングルから構えつつ、太陽を入れます。で F 値を高くすることで太陽のこの光っていうのがこうキュピーンってなりますので、ローアングルから太陽を入れつつ、このちょっとつぼみなんですけどハスの花を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。マニュアルのレンズなんでここで調整するんですけど、 F 値は11から13ぐらいに設定しまして、で他の設定はないか。F11 か13にしたときにシャッタースピードが80分の1秒ぐらい、太陽に向けて持っていくかな、500分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。魚眼レンズを使いつつ、縦構図で撮りました。魚眼レンズを使ったことで、よりこのハスの花の茎を強調して高さをね表現できたんじゃないかなと思います。で F 値を11から13に結構絞って撮りましたので、太陽の光がこうキュピーンとなってよりこう演出になってくれたんじゃないかと思います。はい、最後ここ撮っていきます。3分割の構図で、ライン決めまして、ちょっと何かな、アイレベル違うウエストレベルから撮って、できるだけ建物隠していくんですけど、入っちゃうんでそれは仕方ないとして、で3分割の下のラインのところに、このハスの花畑か入れまして、で2分割の上2つにも青空をドンと入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。花畑に、ピント合わせて背景の空はくっきりする必要はないので F 値は 3.2 に設定しました。でこの場合で、実際に太陽に向けると空か2000分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。でここも露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の一番下の横のラインにハスの花畑を入れるようにしまして、上2つはもう青空をドンと入れて撮りました。できるだけ、下のアングルから撮ったのと F 値を低くしたので後ろの住宅街っていうのが、できるだけ隠れたんじゃないかなと思います。ちょっとこう夏っぽい前の曇り空とは違って晴れの日っぽい写真を撮ることができました。で全体を撮る時も今右下に咲いているハスの花があると思うんですけど、ちょっと印象になる被写体を配置することで全体の写真でもちょっとこうメリハリというか、視線誘導というかそんな感じにできますので、全体を撮る時もその中でも一番こういい被写体っていうのを見つけて配置してみてください。はい、本日は晴れた日にハスの花を撮りに行っていました。前回と違ってハスの花ももうちょっと咲いてくれてましたので、広角レンズ標準レンズと魚眼レンズと、使うことができまして、この前とはまたバリエーションの違う写真を撮れたんじゃないかなと思います。そしたら今日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。